こんにちは、ワイケです。今回は2021年夏の車中泊旅行の動画です。8泊の予定で北海道、東北周辺へ行ってみることにしました。ざっくりした計画では、最初の2日間で本州を北上し、そこから南下しながら残りの6日間、いろんな場所を巡ってみようと思います。ということで、まずは北上し、北海道上陸を目指します。1300キロを2日間で、なんとか頑張ります。舞鶴といえば北海道行きの新日本海フェリーの発着地です。今回は自走で行きますが、新日本海フェリーを利用した場合と自走で行く場合を比較してみました。新日本海フェリーで行く場合、うちの車の条件で計算すると合計56,900円で、時間は約21時間かかります。高速プラス青函フェリーで行く場合、舞鶴東から青森までの高速代と燃料代、青函フェリーの料金、全部含めて44,400円。フェリーより自走の方が12,500円ほど安いということになります。安いのは嬉しいですが、一体何時間かかるでしょうか。長距離を走るので燃費が気になるところですが、普通のキャラバンのディーゼル車はリッター12から13キロぐらいはいくと思います。うちのキャラバンもディーゼルですが、キャンピング仮装で重量が500キロぐらい増えているので、普通のキャラバンのディーゼルに比べると燃費は少し悪くなって、だいたいリッター10キロぐらいです。キャンピングカーにしては良い方だとは思いますが、最近の燃料高騰が地味に効いてきてますね。お夜食。
蒸し暑い夜なので 12V クーラーをつけたまま寝ます。起動電力は 65A ぐらいで、5分ぐらい経つと 40A 弱で落ち着きます。室温が設定温度に達すると、さらに出力を下げながら省エネ運転してくれます。現在2日目の朝6時です。昨日は12時就寝で約6時間寝ました。12V クーラーを27度に設定してつけたまま寝ましたが、朝6時の時点でサブバッテリーの残量は 63% でした。インバーター制御で出力を調整してくれているので、消費電力は予想より少なかったです。一晩の消費電力がこれぐらいであれば、日中のソーラー発電や移動中の走行充電で回復できると思うので、車中泊で連泊しても電力不足は回避できそうです。クールスターもどきですが、結構使えそうな感じです。暑い中、地元のおばあちゃんがアイスを売っていました。おばあちゃんがヘラですくって作るので、ババヘラアイスというそうです。訛りがすごすぎて何を言っているのか全くわからず、衝撃的でしたが、秋田の洗礼を受けたようで嬉しかったです。馬肉といえば熊本の馬刺しをイメージしますが、秋田の北部にも馬肉文化があるようです。せっかくなので道の駅で馬肉の煮付けを食べてみましたが、生姜が効いていてそれほど臭みもなく、いつか徳島で食べたキジ肉のような食感でした。